1000年の歴史が息づく京都。しかし私たちが知る京都はまだそのほんの一部に過ぎないのかもしれません。今回は歴史の記憶を今に伝える3つの特別な場所をセレクトしました。それぞれの血が紡ぎできた独自の物語へとご案内します。にぎわいと食文化の真髄、京の台所錦市場の歴史を足元に感じる千勝寺。かつて文人墨客が美を競った日本最古の花街、格式と風情が香る島原。乱世を生き抜いた武将荒木村重、その終焉の地、緑豊かな静けさが歴史を語る千遊寺山之内町。ただ住まうのでなく、歴史の地層の上に暮らすということ。二在京都が選び抜いた3つの意匠。まずは錦市場の息吹を感じる千勝寺町から紐解いていきましょう。西陣織の繁栄を支えた京町屋、そこには映画の記憶が紡がれていた。中京区千勝寺町。京都の中心たこ薬師通りに位置しながら、ひときわ深い静寂をたたえたこの地には、西陣織の黄金期を支えた呉服卸問屋の記憶が刻まれている。格子を抜けて一歩奥へ足を踏み入れる。かつて生糸の商売が行われ、京の活気と職人の情熱が交錯した表の空間が広がっている。その気配を背に通り庭を抜けると、そこには時が止まったかのような静謐な詩域が広がっている。青々と茂る卓林がそよぐ石畳をたどれば、一歩ことに外界の喧騒が遠ざかり、邸宅の信用へと誘われていく。客人を迎え入れる奥玄関の凛とした空気、竹の意匠が施された欄間と足元に広がる洗い出しの土間が、訪れる者を静謐な別世界へと切り替える結界となる。奥玄関の先にまず現れるのは、家屋の中心に光と風を届ける坪庭である。この小さな空の下を通り、さらに奥へ。そこに待ち受けるのは、陽光が優しく包み込む奥の邸宅。庭の木々を抜けて差し込む日だまりが、幾世層を経て磨かれた畳の上に柔らかな黄金色の影を落とす。この木漏れ日の温かみこそが、かつての主たちが愛し守り抜いてきた安らぎの正体に他ならない。そして座敷のさらにその先、深奥に広がるのが座敷庭である。静かに佇む石灯籠は、この地に根を下ろし、商いの交流と家族の安寧を見守り続けてきた語り部。庭から仰ぎ見る古びたひさしと2階の窓、その垂直な構図は、この邸宅が積み重ねてきた幾重もの時代の層を映し出す。2階へと歩みを進めれば、そこには光と影があやなす陰影の回廊。廊下の先にあふれる柔らかな光に誘われるまま足を進めれば、かつての賓客を迎え語らいを重ねた清廉な客間が姿を現す。その壁にうがたれた円窓が切り取る景色は、主だけが許された詩的な芸術。四季の移ろいを一枚の映画としてめでる贅を尽くした空間がここにある。その傍らに佇むもう一つの静かな間。障子を通して届く木漏れ日が縁側の廊下に
穏やかな律動を刻んでいく。長く続く縁側に立ち、ふと庭を見下ろせば、先ほど目に映った座敷庭の石灯籠が地上とは異なる表情で再びこの邸の歴史を静かに語りかけてくる。そして邸の最深部、静けさに包まれた蔵という名の聖域へ。重厚な扉の先に広がるのは100年の記憶が眠る濃密な影。見上げれば屈強な梁に誇り高く刻まれたかつての繁栄を象徴する西川官兵衛の名。そして間を払い家を守り続けてきた古の縄が今もなおこの邸宅に揺るぎない魂を宿している。100年の時を経てなお色あせることのない気風。この地に残された重厚な記憶の層に今新たな創造の物語を重ねる。それは京都の歴史とともに刻まれてきた記憶を慈しみ住み継いでゆくという税。100年の記憶を静かにかみしめてみてはどうだろう。受け継がれる誇りとともにこの場所で。続いてカメラが向かうのはここから少し南西へ。かつて多くの文人墨客が集い独特の美意識を育んだ日本最古の花町島原。歴史の面影を今なお色濃く残す地へ舞台を移しましょう。100年の記憶と現代の洗練、相反する時が今共鳴する。京都の街並みに静かに溶け込む端正な表構え。かつて多くの旅人を温かく迎え入れたこの門をくぐれば、日常の喧騒は心地よい緊張感と静けさへと書き換えられる。玄関を抜けると広がる奥行きのある土間。足元から伝わる確かな質感と奥から漂うかすかな木の香りが、ここが特別な聖域であることを告げる。土間を抜けてまず出迎えてくれるのは温かな光に包まれた食堂。現代的なライフスタイルに寄り添う洗練された空間。しかしその隣に一歩足を踏み入れれば空気は一変します。そこにあるのはどこか懐かしく重厚な趣をまとった今。現代の快適さと受け継がれた情緒。この鮮やかなコントラストが住む人の感性を心地よく刺激する。そしてこのシーゼクの先に真の税が待つ。光と風が踊る開放の特等席。一直線に貫かれた視線の先にみずみずしい中庭が姿を現す。精神を凪の状態へと導いてくれる静謐なる余白。この劇的な展開こそが京の町屋が秘めた究極の美学である。光が降り注ぐ階段を上がり2階へ。吹き抜けを渡るモダンなスロープは空を感じ、思考を解き放つための開放的な回廊。無機質な素材と歴史的な衣装の対峙。今の時代にふさわしい快適さを妥協なく取り入れることで、邸宅としての品格はより確かなものとなる。その先に静かに佇むのは、旅館時代の趣をそのままとどめた3つの奥座敷。年月を重ねた木の艶、職人の魂が宿る土壁。かつて旅人が疲れを癒したこの静けさは、今あなただけの書斎や瞑想の場として
贅沢な時間を約束する。伝統を守るだけでなく、今の感性で新たな息吹を吹き込む。ここを本当の意味で完成させるのは、主となる方の哲学とここで過ごす時間そのもの。京都の記憶を継承し、新たな物語を創造する。その至福の時間をこの場所で。最後に訪れるのは、ここから東山の豊かな緑へと向かった先、皇室ゆかりの御寺千有寺の懐に抱かれた場所です。乱世を駆け抜けた武将荒木村重がその数奇な生涯の終わりを過ごしたとされる千有寺山の内町、その静謐なるロケーションを紐解きます。野心か、それとも平穏への渇望か。戦国武将が初めて築いた京都の邸宅がここに。御寺として親しまれる千有寺のほど近く、観光の喧騒をすり抜けた先にその広大な敷地は現れる。一歩中へ入ればそこは別世界。玄関の右手にしつらえられた縁窓が景色を一枚の絵のように切り取る。訪れる者の心を整える粋な結界。玄関からまっすぐに視線を送れば、奥に控えるは床の間。その横を通り縁側へと歩みを進める。室内の陰影から光あふれる庭園へと視界が開ける瞬間、これこそがこの屋敷が持つ最も贅沢なプロローグ。363.6 坪の広大な敷地に横たわる本格的な日本庭園。主は武将でありながら茶を深く愛した。庭の片隅に佇む離れの茶室。かつてここから庭を眺め、死と隣り合わせの男たちは一服の茶を介して何を語り合ったのだろうか。再び屋内へ。3つの部屋が連なる奥行きは住まう人の心の深さを表すかのよう。今から障子を透かして見る庭。床の間からめでる皿越しに眺める庭。場所を変えるたびに庭は異なる表情を見せる。奥に広がるゆったりとした縁側では碁を打ち風を感じる。戦の策略を練るためではなく、ただ今を楽しむためにあつらえられた至福の空間。この邸宅がその生き様を見守ってきた最初の主、その名は荒木村重。信長に背き全てを失い、やがて利休の弟子として道を極めた数奇な人生。武将としての業から茶人としての生へ、彼が背負う運命の流れをこの土地と邸宅はずっと見守ってきた。数百年の時を超えて今あなたに受け継がれる物語。ここを人生の続きを描く舞台とするのはどうだろう。錦市場、島原、そして千有寺山之内町。
京都という町が重ねてきた幾重もの歴史、その特別な1ページに住まう贅沢。御在京都がセレクトした3つの地には、それぞれにしか語れない唯一無二の物語がありました。ただ通り過ぎる旅人ではなく、この歴史の地層を受け継ぐ主として、あなたはどの物語とともにこれからの時を刻みますか？